こんにちは、鉄早稲田 U スピーカーチームの北見です。今回私は白石達郎さんにインタビューさせていただきました。ご自身の SSC での経験や現在取り組まれているソーシャルビジネスのお話が大変興味深く非常に刺激を受けるインタビューとなっておりますので、ぜひ皆さん楽しんでご覧ください。早稲田大学人間科学部の今4年ですね。4年の白石達郎と申します。で、2016年に大学の方には入学させていただいたんですけれども、大学2年時に1年間大学の方を休学させていただいたので、今は大学生の5年目になります。はい。休学されていたの大丈夫です。期間にはどのようなことをされていらっしゃったんですか？はい。大学の休学期間中は、マレーシアで、特に東マレーシアの、サバ州という地域で、学校の先生をやっていまして、で、どんな学校の先生なのかというと、そのサバ州という地域が、フィリピンからの移民難民の数が多くて、で例えば、難民としてマレーシアに入国した人たちがいるんですけれども、ただマレーシアが難民条約に批准していないので、そのマレーシアの中で合法的にビザであったりとかを取得することができなくて、で、そのまま不法状態として親が生活していて、それで子供が生まれてしまった時に、子供も無国籍状態になってしまうので、その子供は当然学校に行けないんですけども、そういった子供たちに対して、算数、国語、英語を教えていました。ありがとうございます。そういったご自身の経験というものをSSC の方のトークには生かされたというふうに思うんですけれども、実際にどのような経緯でスチューデントスピーカーコンペティションに参加することになったんですか？そうですね。一言で言うと本当偶然だったんですけれども、GEC ですね。そうです。そうです。GEC のクラスを取ってた時に、たまたま鉄早稲田のスタッフが友達にいる人がいて、その人に自分のその休学してやってたこととかを話した時に、じゃあ出てみたら面白いんじゃないっていうふうに言われて、テッドについては本当に自分自身も例えば英語の学習だったりとか、あとはいろんな人の話を吸収させてもらうのに使ってたので、こんな機会はめったにないだろうっていうところで、参加しようっていうふうに思いました。そうなんですね。ありがとうございます。SSC でのスピーチの簡単な概要といったものを少し教えていただきたいんですけれどもいいですか？はい。僕が SSC ですよね。はい、そうですね。はい。SSC に登壇させていただいたのが2019年の時で、その時のテーマみたいなものが、unseen。things unseen。はい。そうですね。はい。things unseen だったので、私は僕はその時に、メインとして話させていただいたのが、もちろん、無国籍の、マレーシアにいる無国籍の子供たちについて話させていただいて、なんで、そういった無国籍の子供たちっていうのが、生まれてしまうのかっていうところの、現状とその原因みたいなところを、いろんな方に知っていただきたいというところで話させていただきました。はい。ありがとうございます。実際にそのテーマの Things Unseen を解釈するのは大変でしたか？実際に。いや、難しかったですね。難しいですよね。そうですね。解釈するのすごく難しかったです。僕も英語ネイティブじゃないので、全然。なので、まず、Things Unseen っていうのがどういう意味かっていうのをまず調べて、目に見えないっていうことなんだろうな、みたいなふうに思った時に、無国籍の子供たちっていうのって、法律上というか、法律的に本当に目に見えない存在なんですよね。マレーシア政府にもフィリピンの政府にも認知されないような存在で、それって今回のその SSC の2019年のテーマと本当に合ってるというか、目に見えない、そうですね。目に見えない存在っていうだけで、その状況であったりとか問題っていうのが放っておかれているっていうのが、すごく思ったので、解釈最初難しかったんですけど、自分にとってもその問題を、そのマレーシアの無国籍の子供たちの問題を違った角度で見るきっかけにもなりましたね。そうです。
実際私も白石さんのお話聞いていたので、ズームメンバーとして、またこうやってお会いお話できて嬉しいです。あ、本当ですか？はい。ご自身の経験でしたり、アイデアを人前で共有するっていうのは、大変勇気がいることなのかなというふうに思うんですけれども、実際に緊張されたり、それをどういうふうにご自身の中でコントロールされたかなど、テクニックのようなものがあったら教えていただきたい。テクニックですか？はい。いやー、テクニックか。なんか当時の僕の心境をまず話させてもらうと、はい、いやもうめちゃくちゃ緊張したんですよね。理由は、一番はやっぱり5人登壇したと思うんですけど、はいはい、その僕だけが多分ネイティブじゃなかったんですよね、英語の。だけど言語は英語っていうところだったので、ちょっと英語で発表するっていうのも初めてな経験だったので、大丈夫かなとかすごく緊張していたんですけど、なんですかね、SSC のスタッフの人とかが、すごく親切に対応いただいて、ここの言い回しはこういう風にした方がいいよとかも伝えていただいたので、僕自身がテクニックを使って発表させていただいてっていうよりは、SSC のスタッフさんがすごく支えてくれて、なんとかできたかなっていうふうに思ってます。嬉しいです。ありがとうございます。助けられました。はい。どうして英語でスピーチをされようと思ったんですか？あの時って英語縛りだったと思ったんですけど、日本語 OK だったんでしょ？すいません、ちょっと確認してなかった。いや、僕自身も、多分英語だったと思うんですけど、もし日本語英語だった場合は、僕自身もやっぱり新しいことにチャレンジしてみたいっていうのは本当に常日頃思ってるので、英語でスピーチするなんて、全然したことがない経験だったので、というふうに多分やってみようって思いました。ありがとうございます。SSC での経験を通して、白石さんが一番印象に残ったことでしたり、思い出に残ったことなど、ありましたら教えていただけると嬉しいです。思い出に残った。そうですね。やっぱり他の登壇者の人たちの意見を聞けることはすごく良かったのと、あと、その他の登壇者と後 SSC が終わった後も結構つながってたんですよね。そうなんです。はい。その時登壇したのが山本和奈っていう、人が登壇してたんですけども、その人とその後一緒にイベントを企画したりとか、なるほど。新しいつながりが生まれたっていうのがすごく印象には残っていますね。今年の SSC はコロナの影響で中止になってしまったんですけれども、もしそうなんですよ。来年の登壇者に向けてメッセージなどありましたら、いただいてもいいですかね。登壇者。もう来年登壇しますよっていう人ですよね。はい。そうですね。応募したいなっていうふうに考えてる、学生さんに向けて何かメッセージなどあったら。わかりました。応募しようかなって思って、でも悩んでる人とか、もう多分一定数いると思うんですけど、そういった人には、やっぱり言いたいのは、英語どんなに下手でも、日本語でも発表するとして、緊張するとしても、とにかくやってみるのがすごくいいかなっていうのはすごく思います。で、もうじゃあ登壇するの決まったよっていう人とかに関しては、できるだけ、その話を聞いた人が分かりやすいようにとか、具体的に話すことが一番ですかね。プレゼンテーションとかって割と抽象的なことを結構並べることが多くて、僕自身もそうだったんですけど、結局、具体的なこと言わないと、聞いてる人たちもあまり印象には多分残らないと思うんですよね。で、かつ、具体的なことを述べて、あとは、その話を聞いた人が、アクションを起こせるように。例えば少しでも周りの人たちにこれを伝えるとかっていうのを、例えば今日伝えたことを話してくださいとか、ツイートしてくださいみたいな感じで呼びかけるとかだけでもいいかなと思うので、発表することだけを目的にするんではなくて、発表してその先にあるこの問題を知ってもらうとか、何かアクションを起こしてもらうのかっていうところまで考えてもらえるといいのかなって。自分自身の反省ですね。いえ、すいません。ありがとうございます。最後にはなってしまうんですけれども、
白石さんが大学生活の中で得た財産でしたり、それを今後のご自身のこれからのキャリアにどのようにつなげていきたいかなど、もしあったら教えていただけると嬉しいです。はい。大学で得た財産は、ちょっと難しい言葉になるかと思うんですけども、志を見つけられたことかなと思っています。で、まず志っていうのは何かっていうと、夢とは違うんですよね。なんか夢って自分が例えば、結婚して幸せな家庭を築きたいとか、あとは、エンジニアになりたいとかもあるかもしれないんですけど、なんか志っていうのは、なんかその自分自身だけがステークホルダーではなくって、それこそもう本当に社会がステークホルダーになってるみたいな、イメージがちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、なんていうんですかね。なんか自分自身だけの、達成したい目標ではなくて、私たちが住んでる世界っていうのが、どのようになってほしいのかっていうのが、一つ志かなっていうふうに思ってるんですね。で、なんかもっと具体的に言うと、自分が死んだ時に、どういった世界が、自分が死んだ後も残るのかなっていうの。そうです。ちゃんと言うと、志っていうのは、自分の作りたい社会っていうものを明確に考えられるかどうかかなというふうに思ってます。で、僕自身は、大学入学当初は、陸上部に入ってたんですね。そうなんです。厳しい陸上部で部活で、ただ半年で辞めて、自分が多分、生きていく世界は多分ここじゃないんだなっていうふうに思って、で、なんかじゃあ違う世界探してみようって思った時に、そのマレーシアの問題に初めて出会うことができて、で、それまでなんか自分の夢だけしか追いかけていなかったんですけれども、初めてその自分の外の世界の問題であったりとかを知ることによって、なんかすごく、自分の夢っていうものを超えた、なんかその社会のあるべき姿っていうものをすごく強く意識した経験が、得ることができたので、で、その経験を得られて、かつその志っていうものを持ってたってことはすごく財産だったなというふうには思っています。で、その、志を見つけたのが大学の1年生の終わりなんですけれども、もうそこからは、先ほどの今後のキャリアをどういうふうに考えてるかとかだったんですけども、もう、その1年生の後半からは、もうそのマレーシアの難民の問題っていうものを解決、どうやったらできるかっていうところだけにしか向かって走っていなくてですね。今現在も、ボーダレスジャパンっていう、ソーシャルビジネスを、やっている会社がですけれども、その中で社会起業家になる人たちを、採用している枠がありまして、今そちらの方で、修行をさせていただいているので、まずはそのビジネスの経験を積んで、1年後ぐらいにはもうマレーシア、もしくはフィリピン、マレーシアとフィリピンの間で起きている難民問題なので、で、マレーシア、フィリピンに行って、その難民問題を解決できるようなソーシャルビジネスを、始めることが、すぐにでもできればなっていうふうに思っています。はい。